は千尋です、本日もご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、レイニチさんの乾きをあめくのリアクションをしていきたいと思うんですけれども、とにかくですね、レイニチさんの動画を上げた一番当初の時からこの曲のリアクション動画を撮ってくれっていうコメントがめちゃくちゃ多かったんですね。いつかはやろうかなってずっと思ってたんですけども、それがたまたま今日になったっていうことですね。もともとこの曲はドメスティックな彼女というアニメのオープニングに使われている曲で、南さんっていう方が原曲歌ってるんですね。一曲通してものすごいバリエーション豊かな歌に仕上がってるので、これをカバーすることしてすごい難しいと思うんですね。日本人の方が歌っても結構難しいと思うんですよ。でそれが海外の方、日本語喋れない方がそれをカバーするって相当大変だったと思うんですけれども、やっぱり聴いてみるとすごいかっこいい歌に仕上がっていたので、早速チェックしていきたいと思います。未熟無情されど美しくあれ。この曲の始まり方がすごい特徴的なので、ここもカバーしてくると思っていたんですけども、レイニチさんの声で歌うと良さがちょっと違って聞こえてきますけども、ここは未熟っていう言葉と無情されど美しくあれっていう言葉だと思いますが、アニメの設定が、高校生主人公のアニメなので、10代のまだ安定しない心情を歌ってるんだと思うので、未熟っていう言葉が使われてるんだと思います。で、無情に関して言うと、情がカタカナで表記されてるんですね。で、無情って2種類あると思うんですよ。思いやりがないっていう意味の無情と、絶えず変化をするっていう意味の無情っていう言葉ですね。で、どっちとも捉えられるように、思いやりがないであったりとか、絶えず変化し続ける。でも自分はまだ未熟っていう意味ですね。でもどんな時でも美しくあれっていう気持ちでいるっていうことですよね。おそらくそういう意味で表現してると思うんですけれども、それをつぶやきにすることでより濃い印象として残るんだと思います。で、最初の演奏もやっぱり完璧に寄せてきましたね。目癖にふさわしくない、こんなんじゃきっとこれ足りないくらい語ってけばうまくいく。もぬかに愛こともう自己顕示あぎた。やっぱり綺麗に発音しますね。でしかも最後の自己顕示飽きたのターとかって F シャープ3っていう音で、レイニチさんにとってはかなり低い音だと思います。でじゃあ何がそんな不満なんだ、散々わがまま語っといて、これ以上他に何がいる、そんなところも割と嫌いじゃん。もう焼き飛んだ先生中途半端だけは嫌、もういい。デジャブっていう言葉ですね。漢字で書くと既視感っていう風に書いてあるんですけども、あんまり日本人で既視感って言わないですよね。デジャブというのがポピュラーな言い方だと思いますけども、あえてそれを漢字で書いてるのがおしゃれだと思うんですけども、レイニチさんの場合ここ3度上のハモリでずっとハモってますね。原曲はハモってないんですけども、多分レイニチさん好きなんだと思うんですけども、ハモリ持ってきましたね。で、聞き飽きたんでそのセリフっていうのはもう完全にセリフとして喋っていて、で、中途半端は嫌っていうところともういいっていうサビの入りに関しては叫ぶような感じで歌ってますよね。タイトル通りなんですけれども、これ乾きをあめくっていうタイトルじゃないですか。で、乾きっていうのは潤いがないとかそういった意味ですよね。で、あめくに関してはもう叫ぶっていう意味なんですよ。なので潤いがない、もう乾いた声での叫びみたいな感じの意味だと思うんですけども、必死に叫んでいるような感じをこういったところで出してるんだと思います。このがなり声を入れることでかなりその必死な叫びみたいなのが伝わってきますよね。で、こういった声ってクリスティーナ・アギレラさんとかビヨンセさんとか結構海外のアーティストさんやってるんですよ。で、しっかりそういったテクニックを入れ込んでくるところがまたすごいなと思います。愛してこうして言ったって、愛してどうして言われたって、遊びだけなの簡単で、真剣交渉むちゃくちゃで思いもしない重い言葉なんだ使い古さのか、どうせ気ばしてたんだできレスでもいいよだけのフレーズもかかと持ち上がることまた風にして空気を読んだめくれないでよ。この真剣交渉むちゃくちゃで、真剣も使うし交渉も使うし、むちゃくちゃっていう言葉も結構使うと思うんですけれども、真剣交渉むちゃくちゃってつなげてはあんまり言わないと思うんですね。これすごい言いづらい言葉だと思うんですけども、よく早くちゃんと言えたなと思うんですけれども、ここに関しては全体的に3度下のハモリで入ってますね。
若干柔らかくふわっと入ってますけれども、サンド下で、ハモってます。サビに関してはブレスの音をあえて入れて一生懸命さが現れてると思うんですね。で息継ぎも表現の一部として取り入れてると思います。でそういう風にやった方が必死さを伝えるっていう意味ではかなり分かりやすくて伝わりやすい表現なんですね。で最後の「あんま降らないでよ」この「よー」っていうエッジボイスで終わってる、しっかりエッジの表現も再現してるのがすごいと思います。原曲は横乗りのギターのサウンドだと思うんですけれども、どちらかといったら縦乗りの感じが表現されてますね。まだ残し話をいや必要最低限でいい2文字以内でどうぞ。またここ3度上のハモリがすごく綺麗になってますね。くれないっていう言葉がくんないっていう感じに聞こえますし、もろいっていう言葉がもあいっていう感じに聞こえますよね。原曲の南さんもそんな感じの雰囲気で歌ってるので、その音を捉えていらっしゃるんだと思うんですけれども、逆にそこまで再現してるのがすごいいいなって思います。であともあいセンス広げのところってちょっと演歌っぽいなと思って調べたら、よく演歌の作曲とかで使われる読ま抜き音階というのが使われてたのが分かったんですね。もともとここの部分の音の数が多いわけじゃないので必ずしもそうとは言い切れないんですけれども、この部分はドレミファソラシドでいうところのシの音階に当たるところの音が抜けてるんですね。なのでちょっと演歌っぽく聞こえるなっていうふうに思います。バックの音がこういうサウンドなので、それにこういった音階を持ってくると逆におしゃれなのかもしれないですね。これ迷えるくらいならさっと言ってくれ、肝心なとこずす抜けで安心だけはさせられるような甘い羽が降れば母さんもシャチたくなるだろう。このまま期待したままでよかった。目をつぶった買いたかった大人ぶったなくした巻き戻せなかった今見えないで。ここのサビもあえてブレスを入れてきて必死さを伝えているような雰囲気を作れてますね。であと原曲の南さんもそういう風に歌ってるからっていうのもあると思うんですけれども、最初の答えられないならほっといてくれから傘も差したくなるだろうのところに関して言うと、愛を拒否しているような気持ちが見え隠れするんですね。で後半の期待したままでよかった目をつむったとか今雨止まないでっていうところに関しては愛を求めているような気持ちが歌われてるんじゃないかなっていうふうに思います。なので真逆をですね前半と後半で歌っているような感じですね。日本語って歌詞だとこう言葉そのものの意味で捉えないことも多いと思うんですけれども、どういう気持ちかっていうのを読み解くことで本当に伝えたい言葉の意味が見えてくるんですよね。でそこまでレイニチさんが日本語を理解してるとは思えないんですけれども、レイニチさんの場合それが歌でしっかり伝わってくるのがすごいなと思いますね。ベストデリートその繰り返し吸って吐いただからそれもいいからさここ痛いもういい。でここもそうですね、コピーペーストデリートその繰り返し吸って吐いただからで、こういったところを読み解くと薄い愛情は嫌なんですよ。でも愛に飢えているのでコピーペーストのような軽い愛情でもいいからもうとにかく欲しいっていう気持ちですよね。そういった心情を歌ってるところだと思います。やってこうして言ってたって愛してどうして言われたって遊びだけなら簡単で真剣交渉知り滅裂で思いもしない重い嘘はタブーにしなくちゃね。きっと期待してたなできれずでも公式通りにフレーズもカカッと上がる癖も終わりにして空気を読んだ空晴れないでよ。歌のコントロール力がすごいと思います。テンポも速いですしファルセットもあるし音程も高いのもあれば低いのもありますし、優しさであったりとか息のコントロールですよね。しかもそれが外国語なわけじゃないですか。レイニッチさんにとってすごいコントロール力、安定してます。レイニッチさん YouTube ライブとかもよくやってるので見るんですけれども、ぜひチェックしてみてください。生で歌ったりもしてるんですけれども安定感すごいですよ。
歌ってないんですよ、南さん。同じ歌詞の繰り返しで、しかもメロディーを変えてきましたね。本来ここ歌わないんですよね。ずっとこう演奏だけはバックで流れてる箇所なんですけども、あえて歌を入れてきましたね。でしかもバックでコーラス入ってたと思うんですけども、これもおそらくレイニッチさんの声だと思うんですね。調べたらトップの音が F シャープ5っていう音ですね。ビヨンセさんとかマライア・キャリーさんとかが出すような音域の声です。めちゃくちゃ高いキーを出されてます。今日も雨傘を閉じて濡れて帰るよ。はい、それでは以上です。私この曲が使われているアニメも見たんですけども、アニメも面白いですし、曲も斬新でめちゃくちゃかっこいいんですよね。で、南さんの原曲のリンクも概要欄に貼っておきますし、レイニスさんのリンクも貼っておくので、ぜひ聴き比べていただきたいなと思います。これ音源チェックしてる時に、南さんのやつとレイニスさんのやつ、両方こう聴き比べながらやったんですけども、あれ今どっちかなってちょっとわからなくなるぐらい似てる部分も結構多かったんですね。なので完成度めちゃくちゃ高いですし、レイニスさんもその世界観の表現っていうのをかなり自分の中で消化して歌われてるんだと思うので、それがものすごいなと思いますね。この曲本当にリクエスト多かったので、ぜひ皆さんチェックしていただけたらと思います。はい、それでは以上です。この動画を見ていただきましていいねと思っていただきましたら、いいねボタンとあとチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それではご視聴どうもありがとうございました。